はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。だいぶ、久しぶりにね、皆さんにお目にかかることになりました。前回、この動画で、ちょっと私のね、体調が悪い。そして、動画のね、再生回数についての、ちょっと疑問点とかね、そんなお話をしました。今回は、現在の私の健康の具合と、そして、皆さんからいただいたお便りですね。それについての、私のなりの考え、そして今後のことについて、お話ししたいと思います。まず、私の今体調なんですけどね、声を聞いて、ね、少し違いが分かってもらえるかと思いますけども、前回あんまり声が出なかったんですけどね、今回このように今まで通りのような声が出せるようになりました。体力がね、ずっと戻ってきたんですね、おかげさまで。ちょっとね、なんですかな、体調的な、今は手がね、ちょっと少し動かしにくいっていうね、のがあって、まだ、大きな病院で今診察中なんですけども、でも、体力がね、戻ってきて、このように元気な声でお話できてます。だから、また今まで通りにね、今度こっちの手でね、絵を描くことができると思います。それがまずね、私自身のご報告です。ね、たくさんの方に本当にご心配かけました。また、ね、お見舞いの言葉もたくさんいただきました。ありがとうございます。また、もう一つですね、その私の前回のその YouTube に対して、本当にたくさんの方から、メールをいただきました。もう、あの時の僕の YouTube の中だけでも9000通以上ですね。それから他の僕の動画の中でそれに触れてくれる方を含めると1万通を超える、ご意見やご心配のメールでした。本当に、驚いたというかですね、なんというか本当に僕も、もう、なんと言っていいか表現できないぐらいね、たくさんのメールでしたね。で、それを僕、もう何日もかけて、読まさせていただきました。まずね、改めてもう一度、本当にありがとうございました。もう本当に、もう皆さんね、お一人一人、いつものメール以上にね、お一人一人が長い文章を書いてくれてね、僕が投げかけたね、僕の個人の悩みに対してね、真剣に皆さんたち反応してくれまして、それをね、僕なりに、もう1万通のね、皆さんたちのメールを僕なりにまとめ上げるにちょっと時間かかったんですけども、ようやくね、今、たくさんのメールをね、まとめ上げるってのも、これはね、本当はいいことかどうかわかんないんですけども、今回お話ししやすいようにね、いただいたメールはだいたい3つぐらいの何か、グループがあるかなって思って、それをもとに今からお話しします。で、まずお話のきっかけというのは、私が、長期疎変ですね。長期疎変をやっていて、登録者数がね、40万人越してるのに、この長期疎変ね、再生回数が1万回か2万回みたいなんだよね、みたいな。なんでかな、僕のちゃんと皆さん届いてんのかなとかね、こういう、動画の内容でした。で、それについて、
寄せられたね、内容の一つとしてはね、いや、基礎編はね、超基礎編はすごく役に立ってますよ。というご意見でした。もう、私ね、絵を描いているのに今までね、いい先生に出会うことがなくて、また、いいそういうテキストにね、見ることできなくて。でもあなたの YouTube ね、こんな風にやればいいんですよとかね、とてもわかりやすく教えてくれるので、本当に本当に役に立ってます。だから、今体具合悪かったら、無理しなくていいですけども、絶対にやめないでね。頑張ってこれからも続けてくださいね。というね、熱い熱いね、ご指示のご意見だったんですね。で、それを読ませていただいたときに、僕はね、そうなのか。やっぱり僕のそのね、超基礎編をね、この街に待っていてくれる人が、やっぱりいたんだなってね、なんか嬉しい確信をいただきました。これが、ね、一つのご意見でした。それからね、もう一つ、大きなご意見があったんですね。それは、もう私はあんまり絵を描いてないんですけど、ね。でも、柴崎のね、YouTube ね、すごく楽しみにしてます。もうそれ見るとね、なんかとってもハッピーな気持ちになるんですよ。とかね。そういうご意見の方たちでした。そうか。僕は、確かに40万人の方が全部絵を描いてるとは思わなかったけども、だけど僕は思ってる以上に絵を描かないで、柴崎の YouTube を楽しんでくれてる人が多いんだなってことがね、いただいたメールで改めて分かりました。はい。ね、その方たちはね、本当に、だから様々なご意見でした。そういう方たちは。なおさら。もう、登録したんだけどね、1回しか見てませんとかですね。だけど、2、3回見たけど、仕事が忙しくてね、もうしばらく見てない。でもこれからまた見るかもわかりませんよ、とかですね。だから、やっぱりやめないでくださいよ、とかね。それから、なんていうのかな。寝る前にね、柴崎の声を聞くだけで、よく眠れるんですよ、とかね。柴崎の絵や姿や声を聞くことで、それがいいんですよ、というね。そういうご意見がすごく多かったんですね。ええ。で、そういう方たちは今言ったように、そんなに私ね、毎回再生して見てませんっていう、実はご意見だったんですよ。で、それを聞いたときに、そうなのかってね。そういうことなんだ。僕はね、これだけ僕はこうやって作ったから見てくれるんじゃないかと思ってたけど違うんだなってね。今も思えば、当たり前といえば当たり前のことかもわかんないんだけど、納得する部分がありました、柴崎は。そして、もう一つのね、ご意見ですね。それは、柴崎はね、体調悪そうだけども、私も実は今本当に体調悪くって、今、ね、こういう体がこんな状態ですとかね。もう、日々本当に今辛い状態にありますと。そういうご意見の方たちでした。で、そういう方たちは、でもそれでも、ね、今辛いけども、病院にいるんだけど、柴崎の動画を見ると、なんか気持ちが落ち着くなとかね。それから、私もね、ちょっと体が悪くて歩けないんだけども、柴崎がどっかね、出かけて行って、スケッチしたりね、そういうところを見せてくれると、私も一緒にそこに行ったような気持ちになって、すごく嬉しいんですよ、とかね。あるいは、柴崎が料理を作ったりしてね、楽しそうに
そんなやってると、私もキッチンに立って料理してたとこを思い出して、本当にね、懐かしいとかね。そういう方たちのご意見もあったんですよ。それでね、こういうね、大きく3つぐらいに、今分けさせていただいたんですけども、中にはね、中学生ぐらいのね、10代のね、僕から見れば孫みたいな、ね、子供さんたちからも、もうおじいちゃん頑張ってねって、おじいちゃんね、気持ちわかるけど頑張って、僕が大きくなったらおじいちゃんを目標に絵を描いてるんだからとかね、そういうご意見もあったし、そういうね、いろいろなご意見もね、読ませていただいた中で、柴崎はね、改めて考えることがありました。柴崎はね、最初はね、絵を楽しく描いてたんだよ、柴崎も。今も楽しく実は描いてる。だけども、少しそういう中で、少しずつちょっと忘れてる部分があったんだな、ってことに気づきました。やっぱりそれは、柴崎も長くね、講師として、人にね、絵の描き方をわかりやすく、できるだけわかりやすく教えていこう。そういうふうな、生き方もしてきましたから、この長期疎編でね、こういうふうに、よし、じゃあこうやったらもっとわかりやすく教えられるぞ。こうやったらきり役立ってもらえるぞ。というね、そっちの方に少し一生懸命になりすぎてしまって、だけども、1万回しか、2万回ぐらいしか上がらないって変だなってね、そういう思いになっちゃってたんだね。でも、寄せられたコメントの中に、1万回ってすごいじゃないですかって、そういうコメントがたくさんあったんですよ、実は。1万回ってすごいじゃないですか。2万回ってすごいじゃないですか。ね。そのお便りを読んだときに、柴崎は、しまった。そうだった。柴崎も最初、YouTube に投稿し始めた頃ね、1万回の人が、1万回、1万人の人が登録してくれた。1万人すごいってね。あの感激。あの感動が、ちょっとどっかへ少し行ってたかな。ちょっと忘れかけていたかなっていうことをね、皆さんからのコメントで思い出しました。うん。そうなんだよね。だから、柴崎は50万、40万の、ごめんなさい、40万の登録者数の1万っていうふうにね、そんな数字のマジックにね、囚われすぎた。恥ずかしいことに。本当に。うん。これはね、もう若い方からも指摘されました。そんなんで数字のことなんてね、YouTube やってれば当たり前のことですよ。でも、それだって1万回ですごいじゃないですかって言われたんですよね。本当にそうだよね。1万回。すごい数だ。だから、柴崎もね、そういう皆さんたちの本当にね、いろいろなご意見をいただいて、それをね、1万通のお便りです。それをね、本当に端から読ませていただいて、もう改めて、もう、目が覚めました。ね。40万人の登録者数って言ってはダメなんだね。40万人。この40万人の中は、お一人お一人が違う顔をしてるんだよね。ね、今この YouTube を見てくれたあなた。でも、そのちょっと別の国にもまた違うあなたがいるんですよね。それを僕はすっかりね、少しこっち頭の中が少し、ね、飛んでました。僕は、このね、僕のレンズのこの向こうにいるあなた。そして、一人一人のあなたに、僕はお話しなきゃいけなかったんだ。ね、そこを忘れてました。40万人の中の
1万回かっていうふうにね、数字にとらわれすぎていた。うん。もう僕は、だから元へ戻る。そして、僕自身が絵描きとしてね、絵をもっと楽しく描く。ここの一番基本に立ち戻って、僕はこれからこの YouTube をね、僕の体力の許す限り続けていきたいと思っています。もちろん、ね、超基礎編のような、やっぱり絵をもう一度勉強したいなって方たちにもお役に立つようにもやっていきたいと思うし、さらに絵を描かないね、あなたたち、あなたに代わって僕はね、景色の素敵なところで絵を描いてお見せしたり、いろいろこれからね、プログラムをね、また考えていきます。でもとにかく、もう柴崎はね、皆さんのその1万通のお便りで、改めて、お一人一人の顔がね、目に浮かぶようになりました。そして、皆さんに対するね、僕が、皆さんたちが、お一人一人が僕の YouTube をね、待っててくれてるんだ。本当に嬉しい。ありがとう。そういう感謝の気持ちに改めてなりました。本当にありがとう。だからこれからね、柴崎も自分のね、体力と相談しながらね、絵描きとして、ね、僕の絵を少しでも皆さんお役に立つんだら、役立ててみたいと思ってます。ね、また、次回、この YouTube でお会いしましょう。それではまた。